よ。ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバののババンババンバンバアビバビバビバババンババンバはーいババのたまちゃんそこにいたのか。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、チャトラのマサルくん、グレーのグーちゃん。画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、白黒のくーたくん、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。猫の姿、影しか見えないな。もうさっさと全員の姿を見れるのは、さすがやって感じだけど、あっちゅう間にいなくなるな。あっちゅう間にいなくなって、影だけしか見えないよ。お化けの猫チャンネルでございます。はい。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティースゆりたん、ゆりたんだろうゆりたんでした。ジャスティース。今日は塩入りの白湯かな。今日もな、もうやっぱり暖かくなってくるとね、ポットにたっぷりお湯沸かしたところでね、なんかあんまり朝は飲むけど、それ以降全然飲まないんで残ってるんでね、結構あったかい状態で残ってるなって感じな。なので今日も沸かしたお湯がもったいなかったので、塩入りの白湯にしました。早速、ゆりたんがな、影だけだったゆりたんが、どうしても画面には姿を現さないみたいだな。耳だけ今、見えておりますがね。早速行きましたね。早速行きましたね。はい、
張の瞬間でございます。緊張の瞬間ですが、すると見せかけて、しないと見せかけて、するからさ。てったまさん、今夜もジャスティス、藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。たむこさん、こんばんは。ジャスティス、ありがとうございます。てったまさんをね、リータンが今、くしゃみをしましたが、ニヤニヤたくりついてるよ。リータン、かわいい顔で、ニヤニヤ取れたけどな。座るんかい？まあ、座るのはいいけどな。座るだけにしてくれ。なんだったっけ。今日はね、もう今日はピンチだったんだよね。で、カニタさん、こんばんは、ジャスティス。ありがとうございます。まあ、お食事中の方すいませんっていう感じで。今日はピンチの日だったなってね、感じ。今日はね、農協行ったのよね、一応ね。まあ別に今ね、欲しいものないというか、明日のお客さんがね、キッチンを追加してくれたんでな。だからあんまり冷蔵庫の中に物を入れておきたくないので、まあ物は増えなくていいんだけど、と思いつつね、一応農協に偵察に行ったんだけどさ、要は長ネギがあったんだけど、だから長ネギってこれ、呼んでいいのかなっていう感じ。もうさ、細いし、で、白い部分がさ、これくらいしかないの。これくらいしかないからさ、根っこのとこ取っちゃったらさ、もうこれくらいしかないじゃんか。だからよくさ、うどんだとかに入ってるさ、でっかいネギ、でっかくぶつ切りにされたネギ、1個分しかできないじゃん、みたいなね。3本セットで3個しかできないじゃん、みたいなさ。そんなだったよ、みたいなね。長ネギが今日は置いてありましたね。で、今日はさ、あの、お出かけ動画というか、食べる動画な。今日はうどん屋さんにうどんを食べに行ったんだけどさ、うどん屋さんなのかどうなのか知らないんだけどさ、なんかうどん専門店らしいからさ、なんか猫の毛がね、すげえ抜けるわけよ。で、今、なんか鼻にくっついちゃって取れなくて、かゆい。お見苦しくてすいません。で、今日はうどん専門店なのかなっていうところに食べに行ってね。で、食べに行くのは良かったんだけどさ、なんかね、店の前で急にお腹が痛くなって、急にお腹が痛くなったんだよね。で、あれとかって思って、だから今日はあんまりがっつりっていうのかな。なんか食べないで、さっぱりしたものを食べた方がいいかもしれないって思ったんだけど、カレーうどんがあってさ、うどん屋さんのカレーうどん、しかもさ、定食よりもさ、カレーうどんの方が高いわけ。だから、これはどういうことだと思ってさ、そのカレーうどんも気になるし、で、そのさっぱり系のうどんはランチじゃないんだよね。で、せっかくランチに来たから、まあ、ランチを楽しみたいよねっていう気分もあるし、で、全部にね、小さい、うどんがついてんだよ。で、今日はあったかかったからさ、で、ランチの、小さいミニうどんは、冷たいうどんがついてるっぽいんだよね。で、普通のメニューだと、あったかいうどんが多いみたいで、で、今日はね、ちょっと暑い日だったから、なんかあんまりあったかいうどんっていう気分ではないし、まあ、カレーうどんはいいかなと思ったんだけど、カレーうどんのが高いし、ランチよりカレーうどんのが高いし、ね、せっかくランチに来たんだから、ランチ楽しみたいし、でもお腹痛いから、あんまりちょっとこってりしたものはあれだしとか散々ね、悩んだ挙句、まあ結局ランチのね、今ゆりたんがおしっこしたんだけどさ、
ギリ、ギリ、シーツのさ、裏に座っちゃってるわけ。で、結構ね、飛ばしてくれたんだけど、でも、ギリかな、みたいなところに、みーたんが、密かにおしっこをしておりました。で、なんだったっけ、散々迷ったあげく、まあ結局ね、アジフライがあったわけよ。で、結局アジフライにしちゃったわけよね。で、まあ食べてる時は大丈夫だったんで、まあよかったんだよね。で、場所も近かったしさ。で、だからね、時間がまだあるんで、ね、せっかく外出てきたからね、晴れてるし、まあ、何かしらどっか行くならね、いい気候ではあるんだけどさ、まあ、なんせお腹痛いんで、こりゃダメだなって感じ。こりゃダメだなっていう感じだったんだけど、新橋だったんでね、場所がね。で、近くに、瀬戸内なんとかっていう、アンテナショップがあるんだよね。で、前から確かにさ、なんかバスで横を通ったりとかするときに気になってたんだよね。なんか、今度行ってみたいなって思ってたところが近くにあったんだよ。で、これはいい機会だから、ちょっと覗いていこうと思ってさ、帰りに覗いて、で、結構いろいろとあってね、楽しげな感じではあったんだけど、お腹が、また痛くなってきたので、これはやばい。これやばいと思ってね。もう今日は、寄り道しないでね、さっさと帰る日だな。もう帰ってこれは動画編集しろっていうことだなと思って、で、まあ、とりあえずは帰路に着いたんだけど、その前に、ちょっとトイレ寄ってからの方が安全かなと思ってさ、トイレを探したんだけど、なんだっけな、最近ね、多機能トイレにね、なんだろう、縁があるんだよね。で、目の前にそう思ってたらトイレあったんだけど、そのね、多機能トイレだったわけよ。で、一般のトイレは改札を出て何十メートル先とかっていうふうに書かれて、今、改札通ったばっかりじゃんと思ってさ、また戻んのみたいな。で、電車もちょうど来てたからね。これは電車乗って家に帰った方が早いかもと思ってさ。で、電車乗ったはいいけど、もうすぐにやばいかも。やばいかもと思って。でね、電車降りるどうするみたいなね、決断。ね、走ってる途中がやばいんだよね。で、駅に着くと大丈夫かもみたいになるわけよ。でね、じゃあ、このまま家に帰れるかもしれないと思って、で、走り出して、で、またやばいかもっていう状態になって、いや、これは、あれだな、一旦ちょっと降りた方のがね、いいかもと思って、初めてだね、途中下車して、トイレのために途中下車して、トイレ行くっていうのかな。で、トイレ遠くだったらどうしようかなって思いながらさ、トイレ探して、で、まあ、そばにあったんだけど、なんとそんな時に限ってさ、満室というか、普通のところは全部ね、使用されてたんだよね。で、その多機能トイレだけが空いてたわけよ。で、また多機能トイレかと思って、この前、どこだっけ、笠間行ったりとかさ、なんか、よそのお出かけした時もさ、なんか、多機能トイレしか空いてなくて、で、多機能トイレ使って、使い方がわかんないわけよ、あれ普段使ってないからさ。鍵どことかさ、そういう状態なのにね、ドア閉めんの、どこみたいなさ、そんなのなんだけどさ。で、まあ一回使ってっからな、みたいな、なんか変なとこにあんだよな、なんて思いつつ、まあ鍵自体はそんな難しいとこになかったんだけど、今日はさ、まあとにかく多機能トイレしか空いてなくって、まあでもね、空いててよかったよ。空いててよかったよと思ってさ、まあそこ入ったはいいんだけど、そんな時に限ってすぐにね、えっと、多機能トイレが空いてますよって言ってたよっつってさ、なんか喋りながら入ってくる人がいるわけよ。ちょっと待って。
今、今やっとの思いで入ったところだからちょっと勘弁してみたいな感じでね、もうしれっとしれっと用を済ましてましたけれども、用を済ましましたけれども、だから良かったよと思って、もう途中下車しといて良かったなと思ってさ。で、まあね、思ったよりはそんな、ね、そんな出なかったそんな出なかったななんて思って。まあ、これでね、うちまで、もう本当ね、あとちょっとなのにっていう感じなのよ。あとちょっとなのにって感じだ。これでね、安心してさ、うちまで帰れるといいけど、とりあえず済ましたからなんとかなるかなと思って、まあ、一旦はちょっとすっきりした感があるかな。微妙だけど。と思ってさ、ね、そんなだった割にはさ、なんか大して出なかったなって思ったらさ、なんかすげえ大量だった。すっげえ大量だった。うおーと思ってね、トイレから溢れなくてよかった。すげえの出たなと思ってびっくりして、おおと思って、これ体に入ったのマジかみたいなね。これ体に入れてうどん食ってたんかって、まあうどんそんな食べてないけどさ、ランチ食べてたのかと思ったら、おマジかと思ってさ、いや、こりゃ入っといてよかったよと思ってさ、まあ、こんだけ出たから家まではね、まあとりあえず大丈夫でしょって思って、で、電車乗ったんだよね。で、家までさ、持つかと思ったんだけどさ、もう乗ってすぐまたさ、あ、いや、みたいな感じになったわけよね。さっきあんな出したのに、とかって思ってさ、まだなんか出るもんありますみたいなね。もうヒヤヒヤな状態で、まあ、なんとかね、もう、うちまでさ、帰ってこれたんだけど、で、とりあえずね、大事をとってというか、クータが待っててくれたけれどもな。で、まあ、一応クータにありがとねって言って、トイレに入り、帰ってきて、ね、すぐトイレに入り、またね、で、その後、まあ、3回ぐらい入ったかな、トイレね、家帰ってからね。もうね、大量。もう何が起きたの何が起きたんですかっていう感じなんだけどさ、もうほんと汚くて申し訳ないんだけどさ、いやもうまじまじと見たわけよ。まじまじと見たわけよね。何が出てんのと思って、ね、何が当たったのと思って、だから思い当たるものとしては、食べたものとしてはさ、まあ今日朝食べた、昨日作り置きしたね、小豆のパンケーキか、昨日食べたおでんの、おかゆか、みたいな感じなんだよね。で、まあ、思い当たる節としては、まあ、小豆がさ、煮てから、2日目、3日目だったからさ、で、それを傷まないうちにと思って、昨日のうちにパンケーキに、したわけよね。だからそれが、もしかして、間に合わなかったのかなもう傷んでたのかなっていうのが、まあ、思い当たる節ではあるんだけど、でも当たるにしてはちょっと時間が早すぎないみたいなね。さっき食べたしね、さっき食べたし、で、しかも大量だしね。だからちょっとなんか違くない？パンケーキは違う気がすんだよなと思って。だいたいほら、パンケーキの場合はさ、味が薄いから、なんか様子がおかしかったらすぐ気づくと思うんだよね。で、それは全然なかったわけよ。普通に美味しく食べたわけよね。だからそうすると、昨日食べたおでんだな。おでんの添加物にこれは私当たってるねって思って。で、まじまじと見たらね、玄米。玄米丸ごと出てるね、みたいな感じだったんでさ、これはおでんだなと思って。
昨日食べたおでんの添加物にやられたわと思ってさ。でね、牡蠣に当たる人っているじゃんか。まあ、当たったことある人。ね、牡蠣に当たるとすごい辛いんだって、まあ、わかるよ。海産物で当たるのは、まあ、ね、辛いんで、私も海産物で当たったことがあるんでさ。ね、経験あるんで辛いのはわかるけどさ、牡蠣に当たると辛いんだって話だったけど、で、牡蠣に当たるのは、あれは牡蠣が悪いわけじゃなくて、牡蠣に蓄積されてる、なんだ、海の、毒素が、溜まる、貝ってね、すごい溜まっちゃうらしいんだよね。で、牡蠣がまた特に溜まりやすいんだったかな。で、それに当たっちゃうんだっていう話だったよ。だよね。それをね、ちょうど昨日かなんか聞いたところだったんだよ。いやー、それ状態だな、みたいなね。もう添加物、もう体が全く受け付けない。体になってんだな、これ、みたいなね。だから前もね、なんかあったんだよね。まあ、ほぼ私、ほら、家にいるからね、外に行ってね、そういうピンチになることは、今まであんまりない、全くではないけど、今まで1回か、そこらね、あったと思うんだよね。やっぱり、どうしよう、途中でどうしよう、途中下車しようかどうしようかって、散々ね、迷った挙句、結局家まで何とか持ってみたいなことが過去にあった気がするんだよね。いや、さすがに途中下車したのは今日がね、多分初めてだったなっていうふうに思うんだけどさ。まあ、そんなんでね。で、前も何だったかな、焼きそばだか、何だったかな忘れたけど、確か茶色っぽい食べ物だった気がするんだよね。なんだろう、カラメル色素かなんか使ってる、食べ物だったかなだと思うんだけど、なんかそれでね、うちにいるんでさ、そんな外で困るってことはないけど、やっぱりね、お腹を壊すっていうね、ことが何度か何度かあったんで、多分おでんに当たったねっていうのでね、今日はそんな散々な一日でございました。まだね、まだちょっとね、しくしくしてる感じがあるんで、まだちょっとね、すっきりしたな、これで、完全に、回復みたいな感覚がまだないんでね、まだちょっとあれだけど、だから本番中に、また波が来たら、私こっから消えるかも、みたいなね。そんな状態だけど、でもまあもうしばらくね、トイレ行ってないんで大丈夫だとは思うけどな。ね、たまちゃんね、かわいいね。今日はさ、高いからね、にゃんこがこたつの中に出たり入ったりでね、もうこの辺に、いてくれて可愛いんですよって感じ。金箔のててて、入っててよかった。そうそうそう。なんでさ、平日の昼間にさ、そんなトイレね、満室になってんだろうっていうのが、まあね、謎だしさ、まあ一個だけ空いててよかったよっていうな。なのに、なんだっけ、滝のトイレが空いてるって言ってたよっつってさ、入ってくる人たち。もうなんでよっていうね。もうピンチみたいなね。でもなんとかなったっていうね。お話でございました。カニさんさん当たってますね。何かに。そうそうそう、そうなんだよ。これどっちだって思いながらいたわけよね、今日ね。大吉さん、皆さん、こんばんは、ボンソワ。今日の今、出かけてます。そうなんだね。大吉さん、また名前が長くなったな。京急動画、LINE デリア空調チャンネル。前からこんななかったっけ？今初めて私が気づいた感じかな。カニタンさん、大吉さん、こんばんは。ペンタマさん、大吉さん、こんばんは。
アニタンさん、練り物は添加物入ってますよね。そうそうそう。だからあんまりっていう感じだったんだけど、ただ昨日のおでんはさ、練り物ほぼ入ってないっていうの、ちくわとさ、ごぼ天ぐらいだったからさ、あと卵、こんにゃく、大根、あと肉団子かっていう感じだったからさ、ね、だから練り物が原因というよりは、まあ、おでん全般的に使われている添加物だろうな。そんな感じ。で、ほら、おでんにさ、わかめをさ、お昼は、まあ、おでんのおかゆで、で、舞茸を足したのか。舞茸を足して食べて、だから舞茸かなとも思ったわけよね。もしかして舞茸に火が通ってなくて、しっかりと。で、キノコの毒かなみたいなのもさ、考えたんだけど、まあ、おそらく添加物だろうな。今までもそうだったからっていう前科があるんでね、多分そうだと思うんだけど、だから、舞茸ではない気がするな、みたいな感じで。で、お昼は舞茸をプラスしてさ、おでん食べてたけど、で、夜は水足してね、で、わかめ、増えるわかめ、乾燥わかめか。乾燥わかめ入れて食べたんだよ。でね、最初の、形がある形がある、そのね、滝のトイレでね、出たものは、形があって、ね。で、その時はわかめは見られなかったんですが、家に帰ってからね、出たものにはわかめがね、プラスされてたんで、これ完全におでん、昨日のおでん全部出たね、みたいなね、感じだったよな。書いたさ、添加物は、腸で悪玉菌が増えるらしい。ああ、ね、そうだろうね。そうそう。だから腸内環境が、崩れたんだと思うんですよ。完璧に。それでだと思うんだけどさ。でもまあ、なんでよりによってさ、店の前でお腹痛くなるみたいな。ただまあ、それでね、うどんは普通に食べたからよかったよって思うんだけど、それよりも前だったらね、事前にキャンセルしなきゃならなくなってな、つまんねえっていうことになってたからな。でもまあ、それだったら逆に電車でピンチを迎えよかったのかもしれないけどな。まあ、なんだろうな。いいことしか起きないからな。最善のことしか起きないから。だから今日の私にとってはね、それが一番最善だったんだろうと思うけどさ。まあでも店の前でさ、メニューどうしようかな、結局どうしようかなって、ね、散々悩んでたらさ、お腹痛くなって、ってなってな。散々でございました。てったまさん、波が来た、そう。もうさ、電車がね、止まった時は、大丈夫かも。これでうちまで持つかも、と思ってさ。うちまでだってせいぜい10分ぐらいだからさ、それぐらいは持つだろうと思っているのにさ、電車走り出すとさ、おお、やべえ。次、次止まったら降りよう、次止まったら降りようって思うんだけどさ、止まるとさ、波引くんだよね。お、大丈夫かも。で、家までほら、もうあとちょっとだからさ、そんくらいはいけんじゃんとかって思うんだけど、いや、これやべえかもと思ってね、今日さすがに途中でね、無理をしないと思ってね、途中で降りといて、まあ、よかったよっていうね。どんなご報告ですかっていうね、感じでございますよ。じゃあ、タロットカードタイムでも行くかい？本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは
皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。で、あとは今日はさっきね、そう、なんだっけ、クラブツーリズムのさ、なんか変な会員、変な会員になっちゃったからさ、まあ、それだと、6000円分、割引ね、使えるよっていうクーポンかなみたいのがもらえるっていうやつだったんだけど、ただね、ツアーに使える、そのクーポン使えるツアーがさ、ほぼなくって、だからそれ知ってたら入んなかったのに、もうね、失敗こいたと思ってたやつね。で、まあね、ほら、旅行代金もどんどん値上がりしそうだからさ、まあ予約するなら早めに予約した方がいいけど、だけどね、そのクーポンが使えるめぼしいツアーがなくって、で、結局何も使えずじまいだったんだけど、ね、季節がちょっと変わってきたから、あ、そろそろなんか新しくね、ツアー出たかななんて思って、で、前もさ、見たときは、結構そのクーポン使えるツアーが増えてたんだよね。だから、あ、なんだと思ってね。やっぱりクレームかなんか来たかと思ってさ、なんか割と増えた。増えてたんだけど、だから前はそのクーポンが最大3000円まで使えるよって話だったんでさ、ね、使える金額をさ、あの、なんだ、限定されてなかったわけよね。だから、じゃあまあ3000円、3000円で、2つくらいツアーね、申し込めば、まあいいかと思って、それにさ、入ったのにさ、なんかね、使えるツアー自体は増えたんだけど、使える金額が1000円までとかさ、なんか限定されちゃってて、もうこれダメじゃん。全然お得感ないよ。なんだよと思ってさ。で、保留になってたわけよね。行きたいツアーもないしと思って。でね、今日見たら、かわいいな、たまちゃん。どうしたかわいいね。ここ入りたいの。入りなさい。はい。ね、今、ゆいたんが寝ててね、入り口が狭いんだけど入れるでしょ。たまちゃんなら入れる、入れた。はい。で、さっき見てたらね、またそのクーポンがさ、使えるツアーがさ、ほぼなくなってて、ほぼなくなってる上に、そのね、使える金額も1000円までのしかないわけよね。もうさ、ほんと騙された。ほんと騙されたよね、と思ったんだけど、まあ、一個だけね、ああ、ちょっと行ってみたいかもっていうツアーがあったんで、それをね、申し込みましたっていうね、感じ。はい。大樹さん、LINE でリアストップありがとうございます。てんたまさん、大樹さん、いい感じ。ね、いい感じのところでストップしてましたね。はい。では、LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカードは今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。じゃあいきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカードは本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。あれデビル、デビル、チビル。デビル、チビルだな。そういうことか。引き寄せちゃったな。似てる言葉だから引き寄せちゃったな。あ、黒いしね。黒いし。色まで言わなくていいよってな。まあ、黒くはなかったかな。はい。おでんの色だった。もうみんなおでん食えない、今後。みんな今後おでん食えなくなる。デビルのね、タロット、はい。これで検索したんだな。じゃあ今日はどれにしようかな。これ見たことないぞ。
タロット悪魔の意味は、正位置、逆位置、解釈。はい。お願いします。悪魔の基本的な意味。書かれている男女は、恋人のカードで禁断の実を食べた後のアダムとイブ。二人がつながれている鎖は緩く、いつでも抜け出せる。しかし二人は逃げる様子を見せず、その場にとどまっています。誘惑や、欲望などの快楽からは抜け出せない状態なのです。はいね。添加物入っててもな、おでん食べたいと思ったらおでん食べちゃうよな、みたいなね。こんな大変なことになるとはさ。忘れちゃうんだよな。はい。そんな悪魔のカードが表すのは、誘惑や、執着、一度誘惑に負けると、つい自堕落な状態に甘んじてしまう人間の弱さを物語ってます。今日聖地ですね。聖地の意味。聖地は欲望を抑え込めず快楽に溺れること。頭では理解できても感情をコントロールすることが難しい。また今は視野が狭くなっており、人や物、出来事に強く固執してしまう傾向もあります。はい。政治キーワード。執着、欲望、誘惑、官能、快楽に溺れる、恐怖、不安、未練、執着心、憎しみ、恨み、悪循環、依存、束縛、こだわり、視野が狭い。はい。シンボルから読み解く意味。悪魔、人の心の中に住む悪の心。悪魔の右手、欲望に突き動かされて行動しているというメッセージ。羽、本能のまま行動していることを表す。鎖、悪魔に支配され、自らの意志を貫けなくなっている状況。男女、男性性と女性性の混沌状態。男女の頭から生えた角、本能的な誘惑や欲望に支配され、獣性が芽生えてしまった。他のタロットとの関係から読み解く、長いな。まとめとかないか。あれ、終わっちゃったぞ。終わっちゃったな。悪魔が表す仕事運。逆位置。悪魔は誘惑や執着を表す。このカードが出たときは感情に支配され、衝動的な行動に出やすくなります。魔が差しやすく誤った判断をしたり、欲に溺れたりしがち。また、人や物に対しての執着が強くなり、嫉妬や束縛の感情も強くなってしまうでしょう。今は強い欲望をいかに抑制するかが課題になります。私の強い欲望は食欲かな。内面に潜んでいる悪魔の存在をうまくコントロールすれば、負の連鎖を断ち切れるでしょう。はい。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、欲に負けてねって、はい、いいんじゃないですかね。はい。楽しんでいただけてたら、幸いでございます。はい。で、今日、さっき、ね、申し込んだツアーは、なんかプルーン食べ放題プラムだっけプルーンだっけ食べ放題っていうのがあって、それは経験したことないし、今まで見たことないし、プルーン大好きだぜ、と思ってな。それ今日散々食あたりでね、
もうね、大変なことになってるっちゅうのに、食べ放題のツアーにね、懲りもせず申し込むっていうね。しかもプラムだけじゃなくて、なんか白桃、プルーンかな、プルーン白桃なんか食べ放題ってなってて、桃もかよ。桃もかですかってね。じゃあいいかと思ってね。さっきちょっとあんまりお得感ないけどと思いですね。ツアーに申し込んでみたよってね、感じ。まあ、だいぶ前っていうのかな。では、夏場暑くってね、まあ、出かけられないからさ、まあ、その時のネタが増えたらいいなと思ってね。だから夏場に行けるツアーがあったらいいなと思ったら、ちょうどそれが夏場なんでね、これはちょうどいいしっていうので、それに申し込んでみましたっていうね、感じ。天玉さん、プルーンといえばミキプルーンね、なんかプルーンって言うとな、CM の印象が強すぎるよな。でも、あれ、なんか、美味しそうに見えないっていうのかな。さ、なんか、プルーンだったら、プルーンで食べたいっていうのなんか、ドロッとした液状にしないでほしいと思ってて。なんか、あれ食べる。てかさ、今さ、こたつの中にさ、猫2匹がいてさ、私の足の上にさ、両方ともさ、顎乗せてるわけ。暑いんだけど。暑いだけど動けないんですけど、これどうしたらいいはい。で、ゆりさんは膝の上にいるしな。もう、あ暑いんですけど、はいちょっとごめんなさいね、起こしちゃってすいません。平らなくなってきた。ねえ、ミキプルーンがさ、すげえな。なんか印象にあるけどさ。で、あれって、どうやって食べるのてか、あれ、ジャムっていうことなのかなね、なんか液状になってて、で、それをそのまま健康のために舐めろみたいな、なんかそういうのかなって思ってたんだけど、ね、よくよく考えればあれ、ジャムみたいなもんなのかね。そしたら皆さんだったらヨーグルトに入れて食べるとか、そういう感じだからさ、使い勝手が全くもってさ、見当たらねえっていうかさ、なんで液状にしちゃったのかななんてふうに思ってたんだけどさ、あれかな、ギュッてするっていうのかな、量を多くしたいみたいな、ね、いっぺんに取れるのにしたのかなっていう感じだけどさ、あれどうやって食べんだと思ってたんだよね。不思議に思ってたんだよね。で、まあ CM してるからさ、あれはさ、ネットワークビジネスだとは思ってなかったんだけどさ、あれもネットワークビジネスだよって、なんか誰かにね、言われて、そうなのつって、で、テレビで CM してんじゃん。そうだよとかって言うからさ、そうなのと思って。だからほら、テレビで CM するものはさ、普通に一般人が買えるじゃんか。だからね、ネットワークビジネスじゃなくねっていうふうに思ってたんだけど、あれもネットワークビジネスだからね、なんて言われて、そうなのって思ったんだけど、未だになんか腑に落ちないんだけど、ね、テレビで CM してるじゃんと思ってさ、なんかそういうもんじゃないんじゃないの、ネットワークビジネスって思ったんだけどさ、ね、どうなんですかねっていうね、感じ。あと何の話があるかな。あと、今日は、食べたうどんアジフライ食べたよ。アジフライ食べたよっていう感じとね。あとは瀬戸内なんとかっていうとこ行ったらさ、そうだからうどん屋さんにね、行ったじゃんか。で、うどん食べてきたじゃんか。で、帰りにさ、そのアンテナショップ寄ったらさ、やっぱりうどんばっかなんだね。そういえば昨日、一昨日地震あったよね。話飛ぶな。なんか四国の方、確か地震あったんだよね。ほら、テレビみたいなんでさ、テレビからはニュースが入らないんだけど、なんかネットでね、地震あったよとかって上げてるっぽい人がいるみたいでさ、なんかサムネを見て、地震あったんだと思ってさ、でね、震度 6?
震度6っつったら相当でかいはずだよねと思って。いや、やっぱりね、その地震体験した人は、あ、なんだっけ、南海トラフ南海トラフとうとう来た、やべえ、終わった、積んだって思ったらしいもんな。全然備蓄してなかったからやべえと思ったらしいもんな。体験した人がね。で、大丈夫そうっていうか、地震が止まったんで、で、ネットも繋がってたみたいだね。なんか、慌てて Amazon で、その、あの、救急じゃない、防災防災っていうのかね、なんか、備蓄を急に始めましたとか言ってる人がいて、まあそうだよなと思ってね。なんかね、6っつったらね、でしかもね、四国のあたりとか行ったらね、そうだよな、そりゃ南海トラフ来たって思うよなっていうのでね、ああね、なんかすごい地震あったみたいだったけど、大丈夫だったんだな。ね、ネットつながってるしね。プルンといえばミキプル。てーたまさん、せっかくうどん食べたのに残念でした。そう、だからうどん食べて、で、そのアンテナショップ行ったらさ、もううどんばっかりなんだよ。さすが、さすが、ほんとそうなんだねって思う感じ。もううどんばっかりなのよ。で、うどんにつけるタレっていうのかな。やたら調味料たくさんあるのね。へえ、だから味噌の種類もすげえあるし、あとはなんかめんつゆみたいのとかもさ、いっぱい種類あるし、ああ、もうほんとうどんなんだって思ったね。へえって思ったよ。たまさん、配信見て20分後ぐらいに、スマホの警報が、大音量で鳴り出して、びっくりしました。そうそうそうね。なんかこのライブ終わった後だったみたいだもんね。11時ぐらい違うかなんかね、終わった後だったみたいだったからね。知らなかったんだけどさ、そう、だから起きて、ね、翌日起きて、で、YouTube 開いたら、なんかね、そんなんで、だから Yahoo ニュースとかにさ、載ってないわけよ。全然ニュースに載ってなくて、そんな動画のサムネでね、地震あったんだって知るぐらいだからさ、どうなってんの世の中本当にさ、どうなってんすかっていう感じだよな。びっくりしましたね。びっくりするよね、それね。カイタンさん、福岡の人もざわついてた。そうだよね。だって震度6ってなかなかないよ。ね、だいたい震度5じゃないね、6って経験ないもんな。てんたまさん、家がミシミシっと動いたくらい、じゃあ結構、丈夫なところっていうか、その震源とかすげえ揺れるところからは、離れてたんかね。てんたまさん、福岡も震度3くらいでしたね。そうなんだね。まあでも6だからね、結構ね、いろいろ揺れただろうね。ね。で、そうそうそう、だから体内記憶のね、情報をさ、シェアしてくれてるところでその話をしてくれてたんだよね。で、子供たちがやっぱりね、地震来るよ、地震来るよって、まあ、いろんなお家でね、言ってたらしいんだよね。で、ね、なんか大人ってどうもね、やっぱり子供のことあんまり信用しないっぽいんだよね。で、実際に地震が来たんで、反省しましたっていう感じの内容でね、送ってくれてるんだけど、ね、地震来るよ、地震来るよ、つって。で、本当に地震来たねって言ったら、これじゃないって。これじゃないよってさ、言うんだって。で、まあね、最初に聞いた話だとね、来年の7月に、地震来るよっていう話だったけど、なんか早まったんだって。早まって、今年の7月に、地震来るよっていう話になったらしくて、まあ、どっちにしても結局夏に起こすみたいだね。
だからほら、冬って自然だと冬にね、地震って起きるんだけど、夏に起きるっていうのは明らかに不自然だもんね。だからどうしても夏場に起こしたいっていう意図があるんだろうなっていう感じなんだけどさ。夏かと思ってな。夏なあっていう感じよね。暑さ対策はどうしたらいいんでしょうっていう感じよ。だってほら、電気つかないわけだからさ。電気つかない時の暑さ対策ね。もうどうしたらいいのっていう感じよ。震度3ぐらい。四国で震度6はないので、ね、震度6、じゃあ違う場所だったのか、震度6っていうのは。カニタンさん、四国は珍しくてびっくりでしょうね。ね、そうだよね。てんたまさん、備蓄する習慣もないので、一時は反省するのですが、あ、そっか、そんなに地震来ないもんなんだね。へえ。ね、そうそうそう。だから、なんか水があんまり良くないから、ね、水を大事にはするみたいだけど、それ以外の意識はあんまりないのかもしれないね。カニタンさん。水はたっぷり備蓄しています。そうだね。水はもうね、備蓄した方がいいと思う。私もだからまあそこそこでいいかなと思ってたけどさ、もうね、水やられてるっつうからさ、ね、外資になっちゃってるっていうところはどこなんだい？あんまり詳しく調べてないからさ、ね、わかんないんだけど、だから外資にね、民営化されちゃってる水道のところは、毒入れられてるらしいからね。だからそこは絶対浄水器つけて、で、まあね、その買ってきたお水を使ってる人はそっちにした方がいいみたいだね。だから子供たちも、その水道水をね、今までガブガブ飲んでたんだけど、突然ピタッと飲むのをやめたんだって。で、なんでどうしたのっていうふうに言ったら、なんか夢の中で神様に水飲むのやめなって、その水道の水飲むのやめたって言われたことか、あとおばあちゃん、もう死んだおばあちゃん、なんかいつも一緒にいるんだって、で、おばあちゃんにその水飲むのやめなさいって言われただとか、なんかとにかくみんなね、子供たちが水道の水を飲むのやめ始めてんだよね。で、お母さんもそのお水飲んでると死ぬよってだからやめなっていうふうに言われて、だから今後はちょっとペットボトルの水にね、しようと思うみたいな感じになって、だから浄水器はつけた方がいいしね、水もどん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 飲めなくなっていくのでね、だからペットボトルの水もさ、あんまりいいものではないから、だからまあある程度とは思ってたけど、いや、そういうことになってんのかなるほどなと思ってね。だから水はたっぷり備蓄しておいた方が。で、ペットボトルの水は腐らないんだって。ね、だから、あの水ってどうなんだろうって思ってたんだよ。で、父親がさ、一応、防災のリュックを、持ってたんだよね。で、押し入れの中に入ってたわけ。で、私はそれを防災リュックとは認識してなかったんでさ、全然放置してたんだけどさ、で、防災リュックがあるんだっていう話だったんで、で、それどこにあるんだって前に聞いたんだけど、そこにさ、1リットルかなの、ペットボトルの水があったんだけど、それが30年持つとかっていうやつだったのかな。なんだけど、もうペットボトルがもうべっこべこっていうのかな。もう潰れちゃってて、だから、これ全然飲む気しないんだけど、この水大丈夫なんですかっていうふうに思ったんだけど、なんか蒸発するんだってね。で、蒸発するから、そのペットボトル自体は、こう、ね、へこんではきてしまうんだけど、で、その賞味期限があるっていうのは、そのペットボトルの中に、何パーセント以上入ってる状態までっていう決まりがあるらしいんだよね。で、蒸発しちゃうとその何パーセント以下になっちゃうから、そこがまあ一応賞味期限っていうことにはなってんだけど、ペットボトルの中に入ってる水自体は腐らないので、
別にね、何年経っても、大丈夫っていうね、話でございましたよ。ただまあ、あとはね、プラスチック、PFAS とかの問題、PFAS じゃなかったっけなんだっけね、マイクロプラスチックの問題が、まあ、あるんで、そこはね、で、そのマイクロプラスチックに関しては、煮沸すると、だいぶね、減るらしいんだよ。だから、その、ペットボトルの水は、一旦沸かしてから、使うっていう風にした方がいいっていう話だったな。えっと、珍しくてびっくり、一時反省する。たっぷり備蓄してます。てんたまさん、水と簡易トイレは備蓄しておいた方がいいです。あ、そうそうそう、簡易トイレね。簡易トイレはさ、あんまりね、あんまりほら、面白くないじゃんか。面白くないんでね、なんかね、後回しでね、備蓄してないんだけど、私もさ。で、いざとなれば、ほら、猫のさ、ペットシーツは備蓄してるんで、まあ、それでなんとかなったな、みたいなね、感じで見たんだけどさ。ねえ、だから、その一番大事っていうのかな、備蓄しておいた方がいいのは、簡易トイレって話だったね。てんたまさん面白くない？そうそうそう。面白くないじゃん。カニタンさん、ゆりさんのシーツ買っておこう。ね、そうそうそう。だからさ、備蓄してたけど、今、備蓄から解放してさ、使ってるわけよ、これね。だからさ、買い足しとかないと、買い足しとかないとやべえなって今ね、状態になってる感じでございますよ。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で、私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。てんたまさん、面白いかどうかが備蓄の基準、そうそうそう。だって、備蓄って面白そうと思って。面白そうと思って始めたからな。だから面白いものしか、自分にとって面白いものしか備蓄してないわけよね。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。